ノイズキャンセルモードで風防をつけて、何メートルいけるのか。じゃあ行ってきます。今10メーターぐらい。今30メーター地点。63、60。疲れてきました。お疲れ様です。僕はですね、電気工事系のチャンネルをやってるものなんですけども、今登録者も2万人を迎えまして、どんな機材使ってるんだろうかとか、どんなカメラ使ってるんだろうとか、いろいろ言われるんですけど、実はですね、僕ね、iPhone 12 Pro、これ1本でずっと頑張ってるんです。で、こういうスタビライザーをつけて撮影を行ってるんですけど、これにね、弱点がありまして、視聴者さんにもよく言われるんですけど、音が聞き取りづらいと。っていうのは、身内同士でこういう静かな部屋だったら全然この iPhone でも拾うんですけども、例えば、僕であったらメーカーさんであったりとか、展示会とか、いろんなとこに行くんですけど、どうしてもこう声がちっちゃい人がいてたりして、でも初対面なんでね、ちょっと声張ってくれますかとか言いづらいし、そういうのがね、後々動画編集してると、ちょっと声が聞き取れなかったり、あとは周りのノイズですね。外での撮影もあります。そんな時に風切り音でも全く風切り音プラス演者さんが声が小さいってなったらもうね、ちょっと残念ながら動画としてはね、音がもうほぼ聞こえないんですよ。っていう悩みに答えるのがこれです。ラーク M1 とラーク C1 っていうね、海外のワイヤレスマイクなんですけど、これがすごい Amazon で評判が高くて、金額はここにピロンピロンと載せますけど、2万円から3万円の間で欲しいと思ってたんですけど、ちょっと僕ね、何かとお金がないんで、どうしようか悩んでたところ、ありがたいことに案件をいただきました。ということで、ラーク M1、C1 の比較をしながら、今までの僕のいつもの撮影とどれぐらい音質が変わるのか、僕もちょっと使うの初めてなんで、わからないんですけども、もしこれで音質が変わったら、これからこれを使っていって、僕の電気工事チャンネルがさらに音質良くなるっていうことで、すごい楽しみです。同じように YouTuber さんの方や企業のね、動画作ることが多い方とか、やっぱり音質はいい方がいいと思いますので、今まで音質悪かった僕が言うのもなんなんですけども、ぜひ参考にしてみてください。では開封していきましょう。まず M1 から。ちょっと僕がさっき開封してるんですけども、こういうケースが入っております。で、この中に本体と風切り音のボフっていうんですかね、マフっていうんかな、こういう風を切るマイクにつけるやつ。こっちからやっていきましょうか。こっちはこういうタイプになります。マイクが2つでレシーバーが1つって感じです。で、これが本体がこちらで充電できるようになってまして、こちらに戻すことで自動的に2、3回充電できるみたいです。で、これ1個に関しましてはメーカーさんが言ってたんですけど、だいたい8時間ぐらい持つってことなんで、僕レベルのチャンネル撮影な1日8時間以上行くことはそんなにないんでいけると思います。で、このタイプ M1 はいろんなコネクターがついてまして、例えば何に使うかによって変わるんですけど、例えば Android だったら C 型になるんかな。僕の場合は iPhone なんで、iPhone これ別売りなんで別で買ってもらわなダメなんですけど、外部出力端子にこれを挿してもらって iPhone にこれを挿すと、そしたらもうね、勝手にこれ同士がペアリングされるんで、携帯側では何の必要もありません。ちょっと実験してみますね。今これ僕が持ってます。ちょっと離れたところに行ってきますね。はい、使い方合ってました。ってことで、これに関してはこうやって使います。なので、ちょっとデメリットとしてはこうやってブランブランになるかなっていう感じですね。で、もう一個の方開けてみましょう。僕はね、M1 より C1 の方がいいと思ってまして、なぜなのかっていうのを説明します。これも大体同じなんですけど、こっちがいいのはね、コンパクト、持ち運びが便利で、さらにいいのがここ携帯の充電なんですけど、僕ら iPhone 携帯で録画してる人の悩みって途中で充電がなくなってモバイルバッテリーとかを持ってきて充電しながらやるんですけど、こっちの M1 だったら充電できないんですよね。これに関しては iPhone の充電を挿すとこがついてるんで、これ 100V のやつなんですけど、モバイルバッテリーとかを持ってきてて充電しながら、携帯を充電しながら使えるので、ちょっと充電がなくなってきても安心だということです。では、いつもの携帯で撮ってる感じとこの M1、C1 の比較をちょっとしていきたいと思います。はい。ではね、今ね、僕のいつも使ってる iPhone 12 Pro にスタビライザーをつけて撮影している状態となります。
で、いつも気を使っていることは、少しでもマイクを拾うために、広角 0.5 倍っていうのに iPhone はできるんですけど、それで演者の、僕にちょっとでも寄ってもらって撮ってもらってるんですよ。で、僕の場合だったらこうやって意識して大きい声で喋るようにしてるんで、特に問題なくやっていけたんですけども、例えばどうしても声が小さい人がいるんで、その人のバージョンでやってみたいと思います。で、いつも通り僕のチャンネルでは商品紹介とかしてるんで、ちょっと商品紹介してる体で、ちっちゃい声の人でやってみます。こちらは不二家のペンチになります。黒金のペンチでこういう風にマークを入れてもらってます。ずん切り回し機能とかがついててとても便利になっております。ってことでこういう声がちっちゃい人もいてるんでバージョンでやってみました。次はこちらのラーク M1 をつけてやってみたいと思います。そしたらラーク M1 の方、これをピンマイクということで、こちらがマイク側になりますので、僕のこの辺につけてみます。でこれいつも通りの声で喋ってるんですけど、また先ほどと同じようにちっちゃい声で喋ってみます。こちらが不二家のペンチになります。こういう風にマークとかがついてて、先っぽは強い、ずん切りを回す機能がついております。はい、ってことですごいちっちゃい声で喋ってみたんですけど、ちょっと僕今はね結果わからないんで後で見てみます。次はですね C1 の方で撮りたいと思います。これいつも通りに喋ってます。ちょっと声ちっちゃくやってみます。ちょっともっとさらにちっちゃくやってみますね。こちら不二家のペンチです。ずん切り回す機能とかもついていて、はい、先っぽも強く便利となっております。ぜひ使ってみてください。ちょっと今ささやいてるぐらいのほんまのレベルでやってみたんですけど、ちょっと後でどうなってるか気になりますね。はい、次のバージョンは今これ普通の iPhone 12 Pro です。マイク何も使ってません。僕らの天敵風とかね、今エアコン、このちっちゃい暖房を換気扇と全部回しております。例えば外でね車がいっぱい走ってるところでの撮影をしたり、僕らでやったら展示会とかで周りがこうバーバーとざわついてる時があって、 iPhone のマイクだったらそっちを拾いに行っちゃうんですよね。だから僕らの声がすごいこうかき消されるというか拾わないんですよ、 iPhone の設定上ね。ってことで今どうなんでしょうか。この雑音が入ってるのか。はい、これをちょっともう M1 と C1 と2つやっても大体一緒だと思うので C1 の方で試してみます。ってことで今この C1 のマイクを装着しております。ちょっと大げさにこの風をこの辺にやってみようと思います。どうでしょうか。さらにちっちゃい声で喋ってみます。もしもし聞こえますでしょうか。すごい今ささやいております。でこれねもう一つ機能がありまして、ノイズキャンセル機能というのがあるんですよ。ノイズキャンセルというのは要するにこういうノイズですね。風の音とかこれで緑になるんですけど、これをつけることでノイズがキャンセルされると。これでどんなもんなんか。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。はい。さらに風防をつけてみましょうか。風防が風の音をどれぐらいカットしてくれるのか。こういうね、ここに装着できるようになっておりますね。でこうつけるのかな。はい。こちら、風切り音、マフをつけました。どうでしょうかどうでしょうか。マイクテスト、マイクテスト。はい。ってな感じでね、いろんな種類やってみました。どれぐらい軽減されてるのか、すごい楽しみです。次はね、距離と、あんまり風の音とか少ないんですけど、こうやって車の音とかね、すると思うんですけど、ノイズキャンセルモードで風防をつけて、何メートルいけるのか。僕の足が一歩1メートルっていうことにして、今1メートルですとか喋りながら歩いていきます。で、ちょっと暗いと思いますので、見えてないと思うんですけど、僕このライトが僕やと思ってください。じゃあ行ってきます。今で1メートルぐらい離れてるから、次から2メートルかな。2メートル、3メートル、4メートル、5メートル、6メートル、7、8、9、10、今10メーターぐらい。今30メーター地点。63、60。疲れてきました。67、68、69、70。もう見えてないかもしれないですね。70、72、73、74、75、76、77、78。はい。これで端っこまで来たんですけど、今80メーターですね。ここまで届いてたら、遠方の撮影でも十分やと思います。ってことで、このままカメラの方に戻っていきます。果たして何メーターまでね、声を拾ってたんでしょうか。もしかしたら200メーターとかでも余裕なのかもしれないですね。そこはちょっとわからないんですけども。肉声では15メーターぐらいまではなんとか聞こえたということでした。カメラマンの方では15メーターまで聞こえたと。16メーターからもう僕の声は聞こえていないということですね。っていうことでした。ってことでこのままエンディングを撮りたいんですけども、ラーク M1 と C1 の、レビューになりました。
後々ね、充電時間だとか、詳しい金額だとかは、また写真などで補足します。ぜひ皆さん使ってみてください。はい、ありがとうございました。とりあえず、面白くしたいです。電気屋を。